はい、いただきます。いただきます。よいしょ。美味しそう。さあ、うまく食べれるかな。
だきます。いただきます。美味しそう。
よいしょ。
は運ぶのが大変で。ありがとうございます。はい、どうぞ私に。よいしょ。ありがとよいしょ。はい。う。おいしそう。クレソンとスペアリブのスープです。そしてこのすごいおしゃれなそう？アボカド。そう？うん。こんなおしゃれなすごいわね。中華風サラダです。それでは、はい。いただきまはい、いす。ただきます。ごちそうだ。スープは途中で味変したらいいかしらと思ってだし醤油となるほどね。ラー油も持ってきましたね。はい。はい、じゃあいただきます。うわ、すごい。肉がほろほろね。めちゃめちゃ柔らかまあトータル2時間ぐらいい。すごいね。まあ煮れば何でも柔らかくなるから。そう。でもなんかさ、煮すぎると逆になんか硬くなるみたいなの言うじゃん。でも弱火だから。弱火だと大丈夫なんだ。へえ。と思うけど私は。あらあら。いいお味が出てる。お肉はお箸で食べた方がいいかもしれないわね。そう。わからない。わかりました。でもそのまま食べられるよ、別に全然。本当？美味しい。これってどこの料理なの？これね、香港のスープ。香港なんだ。へえ。ネットでなんかでクレソンのスープっていうのを見かけて。クレソンがむしろ主題なんだ。西洋菜って書いたのがクレソンなんだけど、私クレソン好きじゃない？だからなんだろうと思って見たんだけど、日本語じゃほとんど出てこないわけ。だから西洋な骸骨なんとかっていうやつをなんか調べてみたらぐわーっていっぱい出てきて、当然中国語だから全部 Google 翻訳をし。なるほどね。そうなんかね、結構コーンが入っている場合もあった。コーン？でも確かに合いそう。へえ。ってことはじゃあやっぱり醤油とかラー油は合うわけですね。当然。ちょっと入れてみましょうかね。でも最初に入れないで途中で味変がいいと思うけど。もう最初。つーさんの好きにしなさい。ちょっと入れてみたいなって思って。すいません。邪道かしら。そうね。やっぱり怒られた。でこれは中華サラダです。今日は基本的にちょっと中華風というか、マインドは中華なの。アジアなのね。アボカドも？アボカドはでもツナマヨです。ツナマヨ。すごいな。いや、こんなおしゃれなアボカドなかなか見かけないよ、家で。単にツナマヨのっけて焼いただけだよ。真ん中にツナマヨがいるから混ぜて食べてあげてね。はい。どう？美味しい。美味しい。でもまみちゃんもうすぐ日本じゃないですか。そうなのよ。もう気がついたらあと1ヶ月切ってびっくりしちゃった。早いよね。早くない？本当に。早い。4月だよもう。そうなの。こうやってもうあっという間にありがとうつーさんってなるのね。いやそうだだってみんなおばあちゃんとかも、あれもうそれ3年前だっけみたいになってるもん。わかる気持ち。確かにそうだよね。子供とかが急激に大きくなったりとかね。それもうすでに俺そうだから。この間赤ん坊だったよねっていつも。昔おじさんに言われてなんだこのおじさんって思ったわって思うもん。わかる。私もだって生まれたんだおめでとうって言ったばっかりの子がもうこの間成人してびっくり。それはタイムスリップしすぎだろ。いや本当そうだから。本当？気がついたらあんな赤ん坊だったのにへそ出しルックとかしてるわ。今の子はそんな形になんて言って呼んでさびっくりしちゃった。だから、早いよね。そうよ。もう気がついたらもう日本に帰るのも3回ぐらい終わってるかもしれない。もうすでに。それは一昨年の話ですねみたいな。5月って何？梅雨？違うでしょ。梅雨じゃないか。6月か。5月去年帰った時は5月はまだいいんだけど6月はもう結構暑かったよね。そう。最近夏って全く帰ってないから全然想像できないわ。すんごい暑いってみんな言うよね。
もうなんかすでに6月の段階で、わあ暑いってだらだら汗を帰ってきて、で友達ん家にいるから友達が「シャワー入ってきなよ」って言われるみたいなそんな感じ。迷惑だったんだね。違うよとにかく家に帰ってシャワー浴びないとかありえない感じ。いやそう、そうだよね。日本だとそうだよね。そう。こっちは一番気持ちいいのにね。5月のいいところって何？日本の5月のいいところ。鯉のぼり。関係ないじゃん、まみち。まあ確かにもう終わってる。もう終わってるでも5月は一番ほらすがすがしいいい季節じゃん。あ、そうなの？大丈夫ってさ、日本人じゃないのもう。もう全然5月に帰ったなんてないもん。いやそうよ。別に私だってじゃあ10月に帰ったことなんかもうずっとないよ。だからってば10月のことを忘れたとかなくない？忘れたくないよ。忘れちゃったとかなくない？だってもうつーさん16年知らないんだよ。日本の5月を。だからって忘れちゃうの？忘れちゃうよ。つーさん何でも忘れちゃうからね。そう。もうすぐ日本人だってことも忘れちゃう。何人なの俺。でも本当に日本の5月って何が？だからすごい一番いい季節よ。まあ基本的にはそこまで暑くはなく、そうなの、なんか寒くもなく。一番いい季節って言われるとなんかさ、桜の季節とかさ、紅葉とかさ。でも桜はさ、みんなもう花粉がひどいじゃん。だって花粉でしょ。花粉って言ったら別に桜の花粉でやられてるわけじゃ杉とかでしょ、やられてるの。でも3月4月みんな大変なことになるじゃん。でも確かになんか最近どうって友達に LINE で連絡したら花粉がきついって。みんな花粉って言う。そう、花粉で死にそうって言ってる。5月はなんかそこまでじゃないイメージがある。もう分かんない。俺がいた頃の日本とも様変わりしてしまってるんだと思う。だってそんなに花粉ってだって大事にそれが話題に上がってくんだよ。花粉が辛い。そうよ、花粉大変よ。だから、桜とかはもちろん終わっちゃってるけど、新緑のいい季節じゃん5月は。で6月に入るとちょっともう梅雨に差し掛かってきちゃうから、ジメッとしてる感じではあるよね。まみちゃんは何月が一番好き？日本。私はでも結構冬が好き。そう5月じゃないんだね。5月ってまあいいんだけど、5月はなんか仕事で帰るわけだからあえて選ばない。だってさ5月別にこっち気持ちがいいじゃない。だから別にわざわざ帰る必要がないけど、冬は絶対的に日本の方がいいじゃん。スカッとしてるし明るいじゃない、とにかく。まあそうね。土地どよーんって暗くてうつってするでしょ。最近でもね、俺そう感じなくなってきたんだよね。もう慣れたのかな。俺最初来た頃耐え難いなって思ったけど、確かに家のせいもあるかもしれないけど、家のせいじゃない？家のせいもあるかもね。なんかあと私がこういつも明るいからね太陽自分でそう突っ込みやすいネタを提供してみたんだけどありがとうございます。まあそうね、そうかもね、今はね。あとくるちゃんとゆっちゃんがいてこう明るい家だから、明るい家庭だからやだ。何嫌だって嫌じゃないけどでもまあ確かにそうかもね。一人でうつうつとしてたのかもしれない、来たばっかりの頃。そうじゃないやっぱり、うつっとした性格なのよでも本当最近気にならない。いや別に俺いいのよ。俺もここでいいもん、ずっと。この家は窓が大きくて明るいからね。そう、もうね、景色もいいし、うるさくないし、家では明るい太陽みたいな奥さんがいて本当別に全然出る必要ない。そうなんだよ。全然出なくていいよね。そうなの。そこが問題だと思う。なんか旅行とか行っても、だから変なとことか行っちゃうと、もう家に帰りたいって思う。そんな？感じになりそうじゃない？だから家がいいとハードルが高いよね。いろいろどっか行くにしても。まあでも家が嫌で帰りたくないでいいんじゃないもう帰りたくないって、そうここにさせてくださいみたいなとは思うけど、じゃあつーさんはいつ日本に帰るのが一番好きなの？難しい質問ですね。自分がしたんじゃんつーさんは、いつも年末に帰るじゃないですか。なんで、まあ、年末は基本的には好きなんですよ。なぜならクリスマスとかに全ての軸足を置かずに年末ずっと正月まで年末感があるじゃん。
ハッピーニューイヤーからのお正月駅伝みたいなさ。よくわかんない。それってお正月からじゃん。いやそうなんだけど、こっちってさクリスマスにさ全集中するじゃん。もうクリスマスが終わったら、なんとなく惰性でこうハッピーニューイヤー1月2日から頑張ろうみたいな。だってニューイヤーどうでもいいじゃん。そうニューイヤーどうでもいいから。日本は和洋折衷だから、クリスマスもあり、そしてお正月もあり、そして駅伝もあるみたいな。そういうなんかこう、駅伝はよくわかんないけど、そうね。そう確かにね。でなんかお正月セールとかあったりとかして、フランスもセールあるよ。まあそうだね。だからなんかこう年末感がより強いなって、通算的には。年始感でしょそれ。年末年始感好きなんですが、ただもうずっとその時に帰ってるから、もうちょっと違う季節も確かにちょっと味わってみたいなっていう気はする。としたら、春桜か秋紅葉じゃないですかね、やっぱりの時期。そうね。俺がまず帰れない時期。ああそうね。仕事があるから。私はもう来年に桜を見たくても飛行機取った。そうね、早く取んないとね今はね。ずっと行きたかった。桜。楽しんできたらいいよまみちゃん。頑張ってるもんね。でもまみちゃんがいなくなったらうちの太陽がいなくなっちゃうから。大丈夫、三猫がいるから。三猫。お世話ね。三猫のお世話しないとね。ああ美味しいぜ。お腹いっぱいになってきたよこみち。お腹いっぱい。そして今日はこの間買ったカトラリーを今日箸置きにしてみたんだけど。それつーさん気づいてたけど、もうあまりに馴染みすぎててわからなかったわ。可愛いやっぱり。すごく素敵、おしゃれ。お腹がいっぱいだ。今日は久しぶりにご飯を食べたっていうのもあるわね。それはあるね。でも夜に炭水化物をちゃんと取るとよく寝れるんだよ。だからもう寝れるはず。はい、今日もごちそうさまでした。おさまさまでした。いつも美味しいご飯をありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、ごちそうさま。ごちそうさまです。